実に竹島桟橋から24時間ですねかかりまして、小笠原諸島父島にやってまいりました。ただ12時15分にお迎えに上がります。エースプロの方はセンサーは古いのに船のエンジン部分が見えてきました。これはでかい。右側へ流されています。そして小笠原総合庁舎、夕焼けが気になります。5時14分、出港後18時間。おはようございます。ミレコムです。引き続き小笠原丸の船上にいまして、今時刻は朝の5時15分ぐらいですね。日の出の時刻は5時50分ぐらいなので、まだ早いかなっていうところです。5時52分。何も見えないね。朝ごはんです。いただきます。カーメスと小笠原父島新築賃貸住宅、月額家賃が約15万円ですね。これを安いと見る、高いと見るか。皆さんの左手が一番北になりまして、一番左の島が北の島、その、隣の平たくて一番大きな島が、今10時なんですけど、軽く追加で食っておきたいと思います。これね、三倉島に行った時もそうなんですけど、船から降りるといきなりダイビングなので、早めにご飯を食べておかないと間に合わないという問題があります。だけど船の中のレストランは接岸の1時間前かな、閉鎖しちゃってるので、接岸前にご飯を食べようと思うと、なんかこういうレトルト品を使うか、事前に買っといたサンドイッチを食べるかとかしかないということですね。はい、だいぶ船がですね父島に近づいてきました。あと30分で接岸します。朝ですね、小雨が降ってて天気が悪かったんですけれども、実際島に近づいてみると、上見るとこんな感じですし、余裕そうですね。絶好のダイビング日和です。さらに5分ほど遅れる見込みでございます。ただいまのところ実行予定時間11時15分でございます。遅れそう。だいぶ波が落ち着いてきてまして、もうほぼほぼ着いたかな。放送だ。長めのご乗船お疲れ様でございました。本船は島の南側に入りまして、ご乗に着岸作業に入ります。南の島にやっと来ましてですね、なんかだんだんと気分が盛り上がっております。実に竹島桟橋から24時間ですねかかりまして、小笠原諸島父島にやってまいりました。もうあれですね、岸辺のなんか建物が具体的に見えてきてますね。でさ、黄色いなんかでっかいブイみたいなのなんすかね。6階から見下ろしております。送迎に来てる人々、ちょうどねこの正面のところにパパスダイビングリゾートかな、今回利用するパパスの係員が看板持って立ってますね。めちゃめちゃ目立ちます。もうそろそろ接岸ですね。降りるときに階段があるらしく、無事にバッグ2個下ろせるのか。すいません、結構重いんで。その時スタッフの方がダイビングバッグ1個持ってくれました。すいません、ありがとうございます。助かった。パパス。おはようございます。2例です。ミレさん、はい、ありがとうございます。ダイビングですね。はい、そうです。はい。関西さんの、宿の前で待っててください。ただ12時15分にお迎えに上がりますので、お願いします。すいません、サンシャイン小笠原宿泊です。2例と言います。はい、ではこちらにはい、お願いします。はい、ダイビングバッグ。来ますか？手伝う。やった方がいいです。すいません。ありがとうございます。
こっちはそうでもないです。はい。気温は25度。天気もいい感じですね。どうも人数が6、7人いてですね、車に乗せるには多すぎたのかもしれないんですけど、徒歩で人間は向かっております。荷物は車で運んでくれそうです。これは湾岸通りですね。タパスアイランドリゾート。へい。なんか観光地っぽい小笠原生協があります。スーパー古宿お祝いですね。フリーショップマルヒ。こっちは何？小笠原ツーリスト旅行代理店ですかね。緑の盆栽のお店みたいな感じがちょっとありますね。あ、ここか。11時36分サンシャイン小笠原着。部屋は2階です。これが今回の和室、2名用ですね。今日はソロで泊まるのでお一人様で割増を払って宿泊となります。12時1分、集合時間まであと15分。ドライスーツ。よし。お願いします。12時21分、ダイビングショップの車に乗車。あと2人拾ったら行きますね。はい。8人でワンチーム私と一緒に行く感じになりますんで、よろしくお願いします。お願いします。ようこそ。船乗ってもらったら後ろに乗せた荷物私で運びますんで、まず先に船乗っちゃってください。12時27分乗船お願いします。機材バーコンとして自分のレギュレーターとか機材で壊れてしまいますので、必ず止めていただくようにお願いします。ここから2カメ体制になります。船の後ろから飛び込んでダイブ開始。水深12メートル。このダイビングポイントですが、船のパーツがバラバラに沈んでいるためバラチンと呼ばれています。一番下の白いフィンがインストラクターです。今日はカメラは薄い色同士の比較ですね。インスタ360はフラット、アクション5 Pro は D6M にメーカー標準ラットです。アクション5 Pro にラットを適用しないとこのようにもっと薄味な色になります。パーツの表面に注目してください。エースプロの方がセンサーは古いのに水の中では精細度が高いのが不思議ですね。船のエンジン部分が見えてきました。インストラクター曰く分かりやすく原型をとどめているわけではないのでダイバーの想像力が問われるそうです。エンジンの後ろ側部分、魚礁と化しています。水深10メーター、さほど深くはありません。何か見せてくれるようですよ。赤い整備。これはでかいですね。ロブスターはハサミ、伊勢エビは触覚があります。皆さん小笠原になかなか来られないので被写体へのこだわりが強いです。熊の実、小笠原のは黒地に白のようですね。ミノカサゴ、被写体があると順番待ち関係なく人が寄ってきます。上からドーン。この方は今回でなんと1100ダイブ目、私のダイブ回数のなんと10倍以上ですね。ということで浮上します。次のダイビングポイントへ移動。地形がいろいろそそりますよね。次のポイント、西島北の説明中です。
飛び込むときカメラとマスクを丸ごと手で押さえています。ドリフトダイビングに慣れた人が多くて潜行がめちゃめちゃ速いです。右側へ流されてますね。流れの速いところですが小さな魚も多いです。インストラクター何か見つけた様子。指さしてくれるのですがアクションカムのためマクロ撮影はできません。明るい地上を撮るとエースコロだとトーンジャンプ気味に見えますね。これはユーゼンという魚で伊豆諸島から小笠原で生息しています。アクション5プロの方が色が忠実ですが逆に地味とも言いますね。シグナルフロートを上げてボートに位置を知らせます。ヒメブダイにツバメウオ、こういう淡い色の魚はアクション5プロの方が色の分離がいいですね。好みの魚なので追いかけ回しています。3分間の安全停止後浮上して初日2ダイブは終わり。16時20分サンシャイン小笠原帰宅。そして今日これからもう一個大事な用事がありまして、これからですね小笠原総合事務所ですかねに、ある書類を受け取りに行こうとしています。それはですねドローンの飛行に際して国有林の上を飛ばすので入林届ですね、林に入っていいよっていう届けを出していて、それが受理されたんですけど原本を取りに来てと言われています。小笠原郵便局、そして小笠原総合庁舎。国有林課は3階にあります。失礼します。ミレと申しまして、入林届を先日ドローンの提出したものなんですが、無事にですね入林届の原本をいただきました。これ以外にも許可は必要です。今度は小笠原観光にやってきました。レンタルバイクをですね借りようとしておりますが、72時間になるので料金が6000円と、はい、去年末からやっとペイペイができるようになりました。ありがたいです。変わりました。ヘルメットここに一つなんですけど、シート開けるのにこのタイプ押さずに左回すタイプ。押さずに左回すタイプ。へえ。押しちゃうとロックの方向になっちゃうので、そそうのまま左。なんですよ。でヘルメットなんですけど多分頭でかいのでちょっと一回かぶってもらってもらっていい？やはり若干きついですはい。でしょ。でこれが消えるから、でブレーキに行って、スタート。スタート。これ？丸の。ミラーに映った夕焼けが気になってます。ちょっと待って、これ撮らないとまずいでしょ。日没ですね、残念ながら。はい、全部終わった時には一日終わってたというね。すごい夕焼け。夕焼け撮りたい。でも沈んじゃってダメだね。今日はハードやった。小笠原丸が父島の二見港に接岸しまして、12時15分にお迎えに上がりますので、お願いします。1時間しかインターバルがない中、ダイビングの準備をして、それ以外にですね、小笠原総合事務所に行って、国有林課を訪問してですね、入林届を、ゲットしてですね、その後レンタバイクを借りてと非常にハードな一日でした。で、本当は日の入りまでに一発取りに行こうと思ったんですけど、もうダイビングの時間を優先したのでですね、全然そんな暇はなく、バイクまで無事に受け取ったところでとっぷり日が暮れてしまったということでございます。見てこの真っ暗な状態。5時になっちゃうともうね、お店閉まっちゃって全然って感じです。夕食はサンシャイン小笠原の方で、
っちの方から聞こえる。これなんですか、5時のアラームかな。月にですね、こう傘がかかっていて、ちょっとこれは明日雨ってことですかみたいな。明日の日の出5時48分なんで、これを狙って行ってみたいと思います。スーパーで飲み物と緊急用の食料を買いました。